こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとして労働基準法の改正について見ていきたいと思います。今現状、労働基準法の改正を議論しているところで、すぐに改正というわけではありませんけれど、2026年の国会提出において労働基準法改正によって、早ければ2027年から変わるのではないかという形で進められております。この労働基準法の改正、大幅な改正というふうに言われておりまして、実に40年ぶりの改正と、大改正という形になっております。では、どういった内容が改正として議論されているのかについて見ていきたいと思います。今回の概要ですけれど、労働基準法40年に一度の大改正の概要について見ていきます。そして、労働時間法制に関する検討内容、どのような内容が検討されているのか、そして最後に注意点とまとめという形になります。まずは、労働基準法の改正についてですけれど、なぜ改正を議論しているのかといったところになりますが、まずはですね、心身の健康を維持しながら幸せに働くこと、そして働き方の多様な希望に応える、ここを柱として今現状労働基準法の改正の議論が進められております。特にですね、40年前に大きく作られた、労働基準法、今現状の働き方にかなりそぐわない部分が出てきているといったところがあります。また、労働によって心身を害してしまうといったケースが非常に増えてきている部分もありますので、そういった部分を考慮して労働基準法を改正をしていこうという話になっております。そして、それぞれの改正の柱として、まずは労働者についてですが、労働者と非労働者の境界が曖昧になってきているといった指摘がされております。労働者性の判断基準の見直しが検討されております。以前も動画でご紹介をしましたけれど、例えばですね、家事使用人ですね。ここは労働基準法の適用がないところではありますけれど、ここの部分の対応も検討をしているといった状況。また、事業に関しましても、労働基準法というのは、適用単位というのが事業であって事業上単位という形になります。ただ、今はですね、場所にとらわれない働き方というのも拡大をしていて、事業の概念というのを改めて検討する必要があるのではないかというふうにも言われております。そして、今問題になっているのが、過半数労働者の代表という形で、労使協定、もしくは労働基準、就業規則の改定において労働者代表の選出というのを行っているかと思いますけれど、ここの部分ですね、かなり課題があるというふうに指摘がされて、労使のコミュニケーションの円滑化、活発化という形で、この労働者代表の選出方法ですとか、役割だとか、交渉力、ここに課題があり、見直しが必要という形になっております。そして、労働時間について、ここはですね、働き方改革2019年からスタートをしている部分ではありますけれど、働き方改革の中で未着手の部分もまだあるということで、この未着手の部分に関しても、法改正の中に含めて検討をしているといった状況になっております。このようにですね、労働基準法、労働者、事業、労働者代表の過半数、そして労働時間といった柱の中で検討されて、では具体的にどのような内容が検討されているのか。今回はですね、この労働時間の部分の、労働時間法制の検討内容について見ていきたいと思います。労働時間法制において検討されている内容、いくつかあるんですけれど、まずは時間外労働、休日労働の条件というところですけれど、ここはですね、時間外労働の上限規制が始まっている。そして一部の事業に関しては2024年から適用という形になっており、ここの上限の引き下げといったところですが、この引き下げ、変更に関してはまだ時期が早いのではないかという議論が出ております。ただしですね、自動車運転だとか医師などにつきましては、検討が必要ということになっておりますので、自動車運転に関しては時間外労働960時間というところに関しては引き下げがあるかもしれません。
また、44時間の特例措置というのがあります。ご存知のない方も多いかもしれませんが、10人未満の特定の事業に関しては、法定労働時間が週44時間でも可能という例外があります。この例外なんですけれど、ほぼ8割の方が使用していないという状況がありまして、ここの44時間特例については廃止をしていこうという議論があります。また、管理監督者。ここに関しましては、時間外労働の対象外という形になって、時間外残業を払わなくても良い。そしてただその管理監督者制が否定をされるといったところのトラブルが非常に多いところではある。いわゆるみなし管理職と言われる部分ではありますけれど、この管理監督者の定義が曖昧といった指摘もされておりまして、この管理監督者の定義を明確化をするという議論が進められております。また、休日につきましても、以前すでにニュースで取り上げられましたけれど、13日を超える連続勤務を禁止をしていこうという動きがあります。ここはですね、他の法律、労災の認定基準との絡みがあるんですけれど、労災の認定基準で2週間以上の連続勤務といったところが認定基準に入っている関係で、少し整合性が取れないといったところがあるので、労働基準法の中でも今現状は13日を超える連続勤務というのが可能になってしまっているんですが、そこを労働基準法で規制をしていこうという動きがあります。そして、まだまだ検討事項はあります。やはりですね、一番大きいのは勤務間インターバルといったところ。今現状はですね、労働時間等設定改善法の中で努力義務という形になっております。この勤務間インターバル、海外ではもうすでにもう当たり前の制度ではある。そして、働き方改革の中でもう勤務間インターバル入れていこうという議論はあったんですけれど、まだ時期尚早ということで、努力義務になっているといった状況ではありますが、ここの部分ですね、全面施行に向けて勤務間インターバルは動いている。ただ、一斉にスタートというのは影響が大きいというふうに考えているようで、段階的に実施をしていくというところで、大きな企業から段階的に義務化をされていくような動きがあります。そして、年次有給休暇ですけれど、こちらにつきましては、やはり働き方改革の中で消化義務というのが5日といったところがあります。ここに関しては、このまま現状維持という議論がされている一方で、時間単位の年次有給休暇につきましては、今現状5日以内という法律になっております。そして、時間単位の年次有給休暇、別の動画でもご紹介をしていますけれど、労使協定が必要になってくるので、必ずしも会社の義務ではありませんが、この時間単位の年次有給休暇につきましては、5日以内といったところを、扶養日数の全体の 50% まで広げていこうという議論があります。こうなってくると、会社によってはもうすでに、入れているところはいいですが、今後、時間単位の年次有給休暇を入れざるを得ないという状況になってくるかもしれません。また、労働時間の問題で課題になっているのが、兼業副業の部分ですね。ここ、非常に通算といったところの考え方が分かりづらい、使いにくいといったところでなかなか普及はしていないんですが、ここの部分、労働時間自体は通算はするんですが、割増賃金計算においては通算をしないという方向で議論が進められております。この部分がですね、法改正された場合には、兼業副業一気に広がっていく可能性があります。そして先ほどご紹介をしましたけれど、連続勤務の部分ですね。ここ少し解説をしていきたいと思います。今現状ですね、労働基準法35条においては、労働者は1週間に1回の休日、もしくは4週を通じて4日以上の休日というのが法律で定められている関係でですね、2ヶ月つなげたときに、2ヶ月の最初と最後で4日取ることで、最長で48日の連続勤務が可能という
形になっている。ここの部分を13日に制限をしていこうという話ですね。ここの部分はですね、さらにですね、サブロック協定だとか割増賃金等を考えなければ、理論上はもっと勤務が可能なんですけれど、ノーマルでいきますと、労働基準法上、このような勤務形態もあり得るという形で、ここは労災の認定基準との関係で規制をしていこうという動きがあります。そして最後に注意点とまとめです。この連続勤務の制限ですけれど、やはりですね、労働災害の防止ですとか、ワークライフバランスの向上には資する。一方で、収入は減少してしまうといったところ、そして人手不足の中で連続勤務が禁止になってしまうと、人手不足の悪化を招くといった状況も懸念されているといった状況で、やはりですね、この法改正、いい面と悪い面があるので、この法改正がされた場合には、やはりそこに関しては生産性向上で対応するのか、賃上げで人を採用していくのか、外国人を確保していくのか、フリーランス等の外部の方を活用するのかというところの検討も必要と。また、兼業副業に関しましては、やはりですね、社内外での兼業副業の人材の活用ですね、どんどん増えてくる形になります。そして、柔軟な働き方ができない会社というのはですね、より人手不足になっていってしまうのではないか。そして、兼業副業が出てくると、やはりですね、離職の増加ですね。もう2025年4月から失業手当の給付制限期間の短縮というのが行われますけれど、そこも合わせて、会社の人手不足をより助長してしまうのではないかという形で考えられております。改正労働基準法の施行は早ければ2027年と言われております。あと2年ほどになりますので、今からですね、より良い労働環境整備に努めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。